君死にたいんかと。このままほっといたら間違いなく死ぬ。皆様、お疲れ様です。あおさんです。もう皆さんね、サムネとタイトルで分かっていると思いますが、私、ケツ穴が確定しました。まあね、ケツ穴が確定したって、言ってますけど、ケツ穴って言葉皆さんご存知ですか？某有名な野球選手が、女性に向かって LINE の今年超流行った言葉で、ケツ穴確定っていう言葉があるんですけど、私マジでケツ穴が確定したんですよ。で、それを今から、ちょっとご説明いたしますので、ぜひ最後まで動画の方をご視聴ください。じゃあ私がケツ穴が確定した物的証拠を今から皆様にお見せしたいと思います。こちらの方ちょっとモザイクかかりますが出しますね。はい、こちらです。はい、皆さんも受けているとは思いますが、私、健康診断で重要な疾患が見つかりました。で、中の数値も実際に皆様に今から見ていただこうと思います。はい、こちらが今回の私の健康診断の結果です。左側の項目を見ると、ほぼ A 判定。で、血球検査だけが A2 という新しくできた判定基準に入っている感じです。で、こちらの右の方ですね、注目していただきたいのが、便潜血っていうところで C を取りました。下の指導コメントを見ると、便潜血検査で精密検査が必要と思われます。主治医にご相談くださいと書いてあります。っていうのがね、出ちゃったんですよ。もう、わかりやすく言いますよ。すごいわかりやすく言うと、うんちに血が混じっていたということです。もうなんでなんていうのもね、僕ね、便潜血ね、今回初めてじゃないんですよ。過去にもね、実は一度経験したことがあります。動画で話すのは初めてになるんですけど、私、昔、結構ガチめにバンドをやっておりました。トリプルギターで、活躍していた、ちょっと激しめのバンドなんですよ。大阪ではね、そこそこ名前、知れていた方なんですけど、そちらのバンドで、フルアルバムを出した時に全国ツアーを回ったわけですよね。全国ツアーってね、すごいね、楽しいんですよ。各地のライブハウスを回って、ファンの皆さんと交流をとって、で、ライブを気に入っていただけた方に直で CD を販売できるっていう、すごい楽しい反面、どこかでね、ストレスを感じちゃっていたんでしょうね。静岡ら辺のホテルに泊まってる時に初めてちょっと気づいたんですけど、ドラムと相部屋で、部屋でくつろいでる時に、ちょっとトイレに行ったんですよ。で、そのトイレに行った時に、あんまりね、自分のその、息子っていうか、息子でかい方を、ちょっと見てみたんですよね。こう、ぴゃっと。あんまり普段見ないんですけど、その時なんかわかんないですけど、見たんですよ。だからね、見た時にね、びっくりするぐらいね、物が黒かったんですよ。もうね、真っ黒。どう言ったらいいやろ、墨ぐらい黒かったと思います、確か。その時全然そういうなんか医療系っていうか体の知識とか全くなくってですね、その、自分のものを見た時に、すごいびっくりして、こんなの初めて見たなと思って、すぐドラムのところに駆け寄って、なんかめっちゃ黒いの出てんけど、そのドラムもあんまりなんかそういう知識なかったんでしょうね。そんなん出るわけないやんみたいな、はははみたいな。なんかそんな感じで、その時は笑い話で済んだんですけど、どんどんね、ツアーが進んでいくにつれ、その物が黒い状態がね、ずっと続いてたんですよ。で、自分の体の異変っていうのにも、アドレナリンがずっと出てたからかわかんないんですけど、からか自分の異変に全然気づかなかったんですよね、その時は。で、いざ迎えたツアーファイナル。大阪で、大阪ミューズかな確かその時にやったのが、大阪ミューズのワンマンライブを成功させましたと。で、メンバーと事務所の社長を迎えて、その時に打ち上げに確か行ったと思うんですよね。で、打ち上げでお酒を飲んでる時に、なんかね、お酒何杯飲んでもね、全く酔わなかったんですよ、その時。マジでもうびっくりするぐらいその時確かお酒飲んだと思うんですよ。でも全く酔わなくって、打ち上げが終わりました。家に帰って、寝るじゃないですか。で、朝起きたら、なんかね、世界がね、回ってるんですよ。今編集で回してます。こんな感じで、マジで目の前がくる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 回ってたんですよ。うわ、なんか僕尋常じゃないと。その時仕事あったんですけど、仕事もちょっとお休みいただいて、おとんの車を借りてね、大きな病院に行ってみたんですよ。そしたら、内臓のどこかからか、異常な量の出血をしているっていう風にお医者さんに言われて、もうそのまま即入院です。もうびっくりしまして、その時に、そこまで自分の体がやばいことになってると思わなかったんですよ。で、ツアーファイナルのライブが終わったって言っても、バンドマンのその生活っていうのはずっと続いていくわけで、また、近いうちにね、ライブがあると。
で、そのライブがあるから、お医者さんにちょっと入院はちょっと無理やと。そしたら、その時お医者さんに、君死にたいんかと。このままほっといたら間違いなく死ぬって言われるぐらい自分の体の中から血がなくなっていた状態なんですね。最低血圧どれぐらいやったかな、なんか厳密な数値ちょっと昔すぎて思い出せないんですけど、確か30、40ぐらいまでなんか言ってたような気がします。顔も真っ白で、すぐに輸血したんですよ。その時輸血したんですけど、輸血がどうやら体に合わなかったらしくて、もう体中ブツブツだらけになって、もう即入院ですよ。もう激やばい状態で。で、今の奥さんその時付き合ってたんですけど、バンドマンの時代に。で、奥さん泣きながら病院に来て、どうしたんみたいな、なったんですけど、で、結局ね、その近々あったライブもお休みいただいたんですよ。まあね、僕のバンドにギターが3人いたんで、僕が1人抜けようがなんとかなるんですよ。正直ね。その時やったライブ、5人体制でやったライブがめちゃくちゃ盛況あって、超かっこよかったみたいな。周りの人からなんか言われとったらしいんで、すげえ悔しい思いしました。まあそこはどうでもいい話なんですけど。で、前回倒れた時の病名は、上部消化管出血と言われている病気になりました。体の上の部分ですね。より上の部分のどこかしらのところからか血が出ていて、胃酸と血液が混じって、便が黒くなるっていう、状況になっていたらしいです。で、今回は、便潜血なんですけども、下の方ですね。主に胃の下の方のどこかしらからか、良くないところがありますよということで、今回は血穴が確定したという感じです。血穴が確定したって言ってもね、胃カメラよりはだいぶ楽らしいんですよ。もう、その前回入院した時にもう上からも下からもカメラもうめっちゃやって、で、結局その上部消化管出血の時、どこから血が出てるか分かりませんとお医者さんに言われたんですよ。もう意味わかんないですよね。で、今回は下からのカメラ。前回はね、確か寝ちゃったんで全く記憶になかったんですけど、確か1回経験あるんですよ、僕、血穴。で、ここからは、血穴をするにあたって、どのようなことをやっていくのかっていうのを、軽く皆さんにご紹介していきたいと思います。まずこちらの内視鏡的大腸ポリープ切除術の、説明記録っていうのをいただいたんですけど、主にこんな感じらしいです。今は中に入れたその内視鏡からなんかその管を出して、実際にその腸の中になんかポリープとかなんか良くないものがあったら、その場ですぐに切り取ることができるんですよ。もしその体の中にこういうなんか異常があった場合、何かを切り取った場合は、その日はね、入院しないといけないらしいんですよ。入院もししないといけないってなったら僕2回目の入院ですよ。めっちゃ怖い。もう血見んのも嫌いなのに。血穴をするときに一応その鎮静剤っていうのをちょっと使わせていただこうと思ってます。やらしい話なんですけど、鎮静剤っていくらかかるんですかって金額にしたらだいたい90円ぐらいですって言われたんで、やりました。辛いの嫌じゃないですか。だから今回は鎮静剤ありの方にしました。はい、こんな感じです。検査における鎮静剤の使用について患者様用っていうところで、主にね、ここの起こり得る症状っていうところをよく見てくださいって言われました。何かしらのね、不具合が起こる可能性がありますと、確か1万人に1人ぐらいの、それにも満たないくらいの確率だとは言ってました。はい、で、こちらが自前準備のお願いということで、検査前日は、食事大体こういうの取ってくださいね、みたいな紙をもらったんですよ。朝食は、パン、ポタージュ、バナナ、ヨーグルト。昼食はうどんとか。で、おやつって書いてあるけど、僕おやつとかお菓子食べないんで、あと夕食はなんかこんな感じです。変に野菜とか食べるよりも、なんか肉とかの方が、消化すごい早いってなんか言ってました。結構その辺びっくりしました。なんか意外ですよね。で、検査当日は、昼過ぎぐらいに、血穴をするんですけど、午前中から2リットルぐらいの下剤を飲まないといけないんですよ。で、2リットルプラス、その2リットルのお薬の半量の水かお茶を飲めって言われてたんで、合計最大で3リットルぐらいのお水をね、検査当日は飲まないといけないんですよ。今から見せるこの画像、ちょっとね、体の中から出てくるカレーが映るので、苦手な方は、右をポンポンってやって10秒ぐらい飛ばしてください。映しますよ。はい、こちらです。これが、1から4の状態になるまで、下剤を飲むっていう感じです。なのでね、3リットル飲む前に、この4番の状態になれれば、病院に行って血穴を無事受けることができるっていう感じの流れになります。では今回は僕の過去の経験談を交えながら皆様にお伝えいたしました。この便潜血って何が原因なのかっていうのは、ちょっと今回の事象で言うとよくわからないんですけど、昔僕が入院した時は、過度なストレスっていう風にお医者さんは言ってました。
確かにね、ツアーの時めちゃくちゃストレス感じてたのかもしんないです。車1台でメンバー6人を機材とともに一緒に車に乗せて、こう各地を回るわけですよ。全国の美味しいもん食べれるじゃないとか、なんかそのメンバー男6人でずっと一緒にいて楽しそうみたいな感じになってくるんですけど、考えてくださいよ。その1ヶ月2ヶ月とか、しばらくの間、車中泊をずっと続けながら、で、ライブをする。ライブっつってもね、かなり激しく動いたりとか、ステージに立つと思っている以上に疲労するんですよね。そういうのがずっと続いていると、やっぱりいろんなところでストレスを感じていたんじゃないかなと思います。あの頃にね、僕結構車中泊って慣れましたね。皆様も、ストレス等は溜めすぎずに、いろいろと自分の趣味を見つけて、ストレス発散は少しずつしていくようにしてください。では、この動画良ければ高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。青さんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。来年の頭にケツ穴確定。